ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。今回は買うだけで走りが劇的に快適になる神アイテムトップ5を紹介したいと思います。皆さん、ロードバイクでもっと遠くまで行きたい、もっと楽に快適に走りたいと思ったことはありませんか？ロードバイクのサドルってなぜか硬いのでお尻が痛くなったり、坂道があまりにもしんどすぎて足をついたり、ロードバイクに乗っててしんどいなって思うシーンって結構ありますよね。そこで立ちこぎしてみたり、サドルを変えたり、いろいろと試行錯誤してみるものの、まるで iPhone のライトニング端子のように改善できそうでなかなか改善されない、もどかしくないですか？でも逆に言うと、もし仮に今より快適に、しかも楽に走れるようになれたとするならば、今まで以上にライドを楽しめると思いませんか？本来は楽しいはずのロードバイク、ちょっとした辛いシーンさえ改善できれば最高に気持ちいいライド体験ができます。そこで本日は買ったその日から劇的に走りが快適になる神アイテムトップ5を紹介していきます。買ったその日から効果てきめん、僕自身実際に購入して使ってみて、これは快適になったなと実感できた神アイテムばかりを厳選して紹介したいと思います。また本日紹介する商品は全て概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ持ってない人、よかったら参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。ロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテム第5位。第5位はショートノーズのサドルです。皆さん、ヒルクライムはお好きですか？僕は大嫌いです。なぜならばシンプルにしんどいから。ロードバイクに乗ってて一番しんどい場面はヒルクライムだと断言できます。でも逆に言えばヒルクライムさえ乗り切ってしまえばあとはイージー。ではどうやってヒルクライムを楽に登れるようになるのか。それは結論、自分の体重をうまく推進力に変えることです。そのためには重心を前に持ってくることです。平坦で走る時よりも体全体を前に持っていってペダルに体重を乗っけるんです。こうすることで体重の重さがペダルに乗っかるんで、今までよりも圧倒的に楽にヒルクライムをすることができるようになるんですね。ただしここで問題が、体を前に持っていったとすると、今までサドルのこの辺に乗っていたんですけど、それがこの辺に乗っかることになります。するとどうなるか、鋭いサドルの先端が股間を圧迫してきます。大人になってから随分ご無沙汰していた干潮をサドルから受けることになります。このね、股間の圧迫が前傾姿勢を阻害してくるんですよね。なんだよ、あと一歩だったのに。前置き長くなりましたが、そこで必要なのがこのショートノーズのサドルなんですね。名前の通り、普通のサドルと違ってサドルの先端の長さがショートなんです。これだけで前傾姿勢を取った時に股間への圧迫をかなり和らげることができます。なのでヒルクライム中に前傾姿勢をとってペダルに体重を乗せる、つまり楽に登ることができるんですね。ちなみに僕はスペシャライズドのパワーサドルを使っています。これに変えてから劇的にヒルクライムが楽になりました。一度この快適さを覚えてしまった以上、もうパワーサドルなしのヒルクライムには考えられないほど手放せないアイテムとなっています。パワーサドルはね、価格が16,000円とか結構するので、ショートノーズだけ試してみたいなと思う人は Amazon にも似たようなものがあるので、こちらも参考にしてみてください。第5位はショートノーズのサドルの紹介でした。では続いていきましょう。ロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテム第4位。第4位はチューブレスタイヤです。チューブレスタイヤに交換することで得られる体験ですが、僕は2つあると思っています。その1、乗り心地がマイルドになること。その2、パンクがかなりしにくくなること。まずその1、乗り心地がマイルドになることですね。これはね、なんでかっていうと、クリンチャーと比べてチューブレスタイヤにすると空気圧を低く設定することができるんですね。空気圧ってね、実は下げれば下げるほどタイヤがプニプニしているってことなので、当然ね、路面の振動をタイヤが抑えてくれるので乗り心地は確実に良くなります。路面から伝わる細かい振動をタイヤが吸収してくれるので、手やサドルに伝わる振動も結果減ってくるんですね。それが長時間になればなるほど効果を実感できると思います。そして2つ目の理由、パンクがしにくくなることですね。僕はチューブレスタイヤにしてもう何千キロも走っていますが、1回もパンクしたことがありません。不意にね、釘を踏んでしまってタイヤ自体に穴が開いたってことはありましたが、リム打ちパンクとか普通に走っててパンクしたみたいなことってね、ないんですよ。チューブレスってその名の通りチューブがレスなので、
まずね、リム打ちパンクと呼ばれる段差を乗り上げてしまってチューブが破れてパンクするってことがないんですね。クリンチャーの場合だったら確実に今の段差パンクしただろうっていうような強い衝撃でも、チューブレスだったらなんとかパンクせずに耐えてくれることもあります。ただしチューブレスタイヤの場合はチューブの代わりにシーラントって言って白くて臭くてドロッとした液体をタイヤの中に入れるんですけど、これのおかげでね、タイヤとホイールの間にもし空間が空いてしまったとしてもシーラントがその隙間を埋めてくれます。シーラントを定期的に補充していればチューブレスってね、クリンチャーに比べてパンクしにくいんじゃないかなと思います。これはね、ライドしてて非常に気楽になると思いますね。はい、第4位はチューブレスタイヤの紹介でした。では続いていきます。ロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテム第3位。第3位はデュラエースのプーリーになります。ここへ来て突然スモールパーツになりました。ですがこれもね、地味に効果あります。今105以下のプーリーを使っている人は手動抵抗がかなり減ったことを実感できると思います。デュラエースのプーリーの何がいいかっていうと、プーリーを支えている軸受けがベアリングが搭載されているんですね。これが105以下だとブッシュといって滑り軸受けなんですよ。滑り軸受けなので中でシャフトとプーリーが滑ってるわけなんですよね。これがデュラエースにするとベアリングになって滑り抵抗ではなくて転がり抵抗になります。これによってめちゃくちゃ回転抵抗を減らすことができます。ではなぜプーリーなのか。これはね、一言で言うとコンポの中で最も回転速度の速いパーツなんですね。駆動抵抗を単位ワットとして計算式で示すと、駆動抵抗に回転数をかけたものになりますね。何が言いたいかっていうと、ワット数を減らすんだったら回転数の高いパーツの抵抗を下げた方が効果てきめんなんですよ。しかも金額もデュラエースなのにめちゃくちゃ安いんです。 Amazon でも3000円ぐらいで売ってますし、交換も R 連キーさえあれば自分で簡単に交換できるので、ぜひね、一度試してみてください。第3位はデュラエースのプーリーの紹介でした。続いていきましょう。ロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテム第2位。第2位は 1225T のスプロケットになります。これの何がいいかっていうと、変速がめちゃくちゃ快適にスパスパ決まることですね。皆さんは今どんなスプロケット使ってますか？最近の完成車で多いのは 1128T とか 1130T っていう場合が多いんじゃないでしょうか。最近の完成車のトレンドってロー側を大きめのギアをつけてるものが多いですよね。で、ヒルクライムされる方はそれでいいんです。でもね、僕みたいにヒルクライム嫌いで平坦ばかり走ってる人、一度洗車後のライドで自分のスプロケットのどこが汚れたか見てみてください。例えばこの写真、トップギアから真ん中のギアまではチェーンオイルの汚れの跡がついてますよね。でもロー側の2枚見てください。綺麗なままです。これってね、どういうことかっていうと、ロー側の2枚ってね、全然使ってないんですよ。それって言い換えれば、せっかく11足あるにもかかわらず、実際には9足しか使ってないってことなんですよね。これってめちゃくちゃもったいなくありませんか？そもそもね、平坦の道なんて 28T とか 30T なんてよっぽど使うことなんてないです。せっかく頑張ってティアグラとか105とかアルテグラとかいいコンポを高いお金払って買ったにもかかわらず9足しか使ってないんだったら、もう空でいいじゃんっていう話なんですよね。せっかく高級コンポにしているんだったらちゃんと全部ギアは使いましょう。そのためには使ってないギアを使わない、つまりロー側のギアをなくしてしまえばいいんです。そうなると 1225T みたいなロー側の小さいギア比が欲しくなるんです。 1225T にすると何がいいかっていうと、ギアとギアの間の履かずの差が少なくなります。すると変速がとてもスムーズになりますね。この履かずの差が大きいと変速した時にガッチャンっていう音でね、すごく嫌な音がしますし、ギア比が離れているってことはケイデンスもそれなりに合わせる必要があります。それがこの履かずの差が少なければ少ないほど変速もスムーズになるんです。変速をより細かく刻むことで変速機へのダメージも減りますし、ケイデンスの調整もしやすい、変速も気持ちいい。これはね、ぜひね、試してみる価値あると思います。もしね、使ってないギアあるなと思った人はクロスレシオのギア比試してみてください。以上、第2位は 1225T のスプロケットの紹介でした。それでは最後に第1位の紹介です。ただ第1位の紹介に行く前に少し紹介させてください。このチャンネルでは普段ロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法、チャンネル登録いただくとタイムセールの情報を受け取れたりします。この動画がいいなと思った方だけでいいので、高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それではお待たせしました。第1位の紹介です。ロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテム第1位。第1位はサスペンション付きシートポストです。これね、最初に結論言っておきます。今まで紹介したどのパーツよりも桁違いに快適になります。どのくらい快適かっていうと、
今までスバルのサンバーの軽トラみたいな乗り心地だったロードバイクが突然クラウンマジェスタみたいな超快適な高級サルーンに変わります。このシートポストがあればね、ガタガタ道の細かい振動やお尻にかかる振動を劇的にマイルドにしてくれるんですね。ちょっとした道路の段差ぐらいだったらそこまで気にしすぎずに走れるようになりました。この感覚ね、なかなか言葉では表現しづらいんですけど、実際にこれを使うようになってから振動に対する心理的ハードルがかなり下がったと思います。サスペンションシートポストって実はいろんなメーカーから出てるんですけど、僕はレッドシフトというところのサスペンションシートポストを使っています。これのいいところは何といっても見た目がかっこいい。見てください、このミニマルさ。パッと見ではサスペンション備わってるって思わなくないですか？でもね、このシートポストの中にちゃんとバネ入ってるんですよね。他のサスペンションシートポストはいかにもバネ入ってますって感じの見た目なんですけど、ちょっとね個人的には好きになれないんですね。でもこのレッドシフトだったらかなり自然な見た目でかっこいいなと思いました。見た目はサスペンション感なくても機能はしっかりしています。最大 35mm のトラベル量があって、振動は最大で 60% も低減してくれます。またサスペンションの強さは体重に応じて一応基準が決まってるんですけど、ここのネジを回してサスペンションの硬さを自分好みで硬くしたり柔らかくしたりできます。僕は初期設定が結構ふかふかめだったので、ちょっと硬めの設定にして使ってますね。こんな感じで走りに合わせて自分好みにカスタマイズできるっていうのも面白いと思いました。サドルからの振動でお尻の痛みがどうにもならない人、サドルもいろいろ変えたんだけど未だにちょっとお尻が痛い人、一度このサスペンションシートポスト試してみてはいかがでしょうか。重量はね普通のシートポストよりも重くなるっていうデメリットはあるんですけど、ロングライドをよくされる方とかゆるポタ系の方、 e バイクとかグラベル系の人、こういう人はねデメリット以上にメリットを感じられると思います。はい、以上がロードバイクを劇的に快適にしてくれる神アイテムランキングの紹介でした。一つでもロードバイクを楽しむきっかけとなれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。